メガネ男子はメガネをいつもきれいにするんですよ。でもそんなメガネとはもう今年でおさらばだな。アメリカの試合してサイト戦が多くて、だからレーシックしてメガネかけようかなと思って、レーシックして視力を 0.3 にするんですよ。挑戦してよくわかんないです。調節しようかなと思って 0.3 にでメガネかける。Are you ready? もう5年やってんすね。そりゃ老けるわ。これ触れない俺猛空でしょこれ。出た、よっしゃ、出た、よっしゃ、よっしゃ、やりました、ヒラトップ。おはようございます。匠漬け、とうとうボリューム10までいきました。10回目です。ということで、今回夏のため池にやってきました。季節的に多分1年のうち一番釣れる時期じゃないかなと思って楽しみにやってきたわけですが、夏といえば僕はコロンビアのもじもじくんとね呼んでる、ここまで部屋があってフードもついてもう完全防備でやぶこぎできるぞっていう服を忘れました。ということで今日はやぶこぎなしのため池攻略いきたいなと思います。ちょっとタックルね、朝何食べてるかちょっと分かんないんで、ちょっと魚系を船とか食べてる場合のヒラトップとブルーギル食べてるギルチャット、この辺の2つでやってみようかなと思うんですが、でっかいバス釣りたいですね。10回目なんで50アップバッチリ決めたいと思います。ということで行ってきましょう。やぶこがないぞ。ちょっとスライミーが出てるな。水温が25度以上あるっていうことか知らんけど。ということでヒラトップからいきます。こうやって全体を見た時に絶対ここでしょっていうところを見ると、その辺もカバーがあるんだな。あとはあそこが岬でしょ。そこもここ今自分がいるところも岬なんですよね。だから全体を見て、あ、ここがとんがってるなっていうところをちょっとやってきます。朝はなんでとんがってるところをやるかっていうと、結構単純で、こう自分が立ってるところがとんがってるところって結構朝バスがご飯を食べる場所なんですよ。だから朝はとんがった場所、そんな感じでやります。このルアー超見づらくないですか？この色もう少し見やすい色にしろって感じですよね。すいません。もうだいぶ夏の水してますね。こういう夏の水だなとか水温が高そうだなっていう時は特にやっぱちょっと張り出したところをやるといいっすよね。足元がとんがってる場所、なんでかっていうとやっぱ水通しっていって水がよく通るところを好むんで、バスも人と一緒でやっぱ暑ければクーラーが効いてるとか扇風機が効いてるようなところを好むから、流れとかこう風がより当たりやすいところに痛がる感じ。スライミーはこれスライミー、スライム状のウィード、スライム状の苔、これがあるところは決して水通しというか、その水温が高いとかちょっとよどんでるところにスライミーってあるんですよ。だからスライミーがあるところはそんなに良くない。
ほら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 見て、スライミーでしょ。なんかカエルの声聞くとなんかいいっすね。夏って感じ。一個下の池行ってみようかな。ナイアガラの滝、池調査団。釣りはしない、池を見ていい雰囲気だっつって帰るっていう。さようなら。用意するもの、これスナッグレストレーラー L、 フリップ5ギル、フラチャット 14g にこれ TC キーパー2個。はい、こんな感じね。で最後ささめの道具屋さん夜光玉ソフトのこの黄色い卵みたいな、こちらを1個使います。そしてまずこのゴム管抜きます。スナッグレストレーラーのフックにこのティッシュキープを通します。こんな感じね。でティッシュキーパーにファイヤーを当てる。やばい、ファイヤー当てて、こんな感じ。10秒置いて次フラチャット 14g、 もう僕のはデカバリビッグフック仕様、アメリカン仕様にこいつをなんだっけこれ TC キーパーにファイヤーします。TC キーパーが焦げる匂いがまたいいんですよね。こんな感じ。溶けて収縮してペチョッとくっつくんですよ。そうすればこいつがずれなくなる。でフリップギル5インチはなんか20分ぐらい煮るといいらしいです。ちなみに僕は煮てません。めんどくさがりなんで。でも煮た方が動きがいい、めちゃくちゃ。で次ここのエラ2個目のとこから針をこうやって刺します。でちゃんとこのセンターにこう線が通ってるんで、これをずっと通していって、こうね、こうね。で最後ここのエラのところにこの針を隠します。こんな感じ。でここのアイね、スナッグレストレーラーの針にこれ通す。フリップギルにこうフラチャットを通していって、ここのアイを狙ってブス通します。グイーッとこんな感じ。そうするとほらこんな感じ。こういう時まっすぐついてるとよろしいんですが、
ちょっと失敗してますな。ちょっと曲がってんだよな、こうやって曲がってるとあんま良くない。最後に夜光玉ソフトをメインフックね、種の針フラチャットのメインフックにこれを通します。これでおしまい。出来上がり。これがギルチャットです。なんか噂だとこの可動部を切るといいらしい。こうね。イエスダメー。どうすか。そうすると動きが良くなるらしいですね。これでおしまい。こいつをこの僕のエリートスペックハードベイトスペシャルの6100ミディアムグラスにくっつける。重さをちょっとね結構難航してるというか、自分の中でちょっと納得いく感じをまだ見出せてなくて、だいぶ形変えた、だいぶ竿の特性変えてみて、なんか今のところいい感じ。 OK でフラチャットギルチャットをセットして完成です。ビッグフィッシュキラー行ってみましょうか。ブーギューいない？これカルカッタコンクエスト 100DC100 のローギアで、ゆっくり巻く、動く、僕はブル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 動く限界の遅さで巻いてます。落として一回底つけて、そこから泳ぐ限界のスピードでこうやって巻いていく。いい加減最大サイズ35センチから上に行きたいんですよ。僕まだ35センチ以上のバスをね、このギルチャットで釣ったことがない。もう一回。よし。全然飛ばないフラチャットがあそこまで飛んでる。タラ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 巻いてグッ。でかいグラスで、あ、バレた。くっそー。この竿でバレたらもうしょうがない。移動。おっしゃ、行くぜ。チビエビガエルです。ラインは PX8 の4号に 6100H にメタニウムのシャローエディションのシャロースプールを搭載したメタ。シャローエディションならぬシャローエディションのスプールを入れたただのメタっていう。トゥルトゥルトゥル、これで来たら絶対水の中入んなきゃ取れない。 100% 取れないから。これ意外と強いんだよね、こういうの。フロッギ。フロッギって食べ物あります？ないっすか？フロッギ僕も知らないです。あー、トゥッポギ、トゥッポギ、イエスアメン。おいしいおいしいよ。エビとカエルが融合してるよ。今ちょうちんやってるところの下に木が沈んでるのが見えるから、その木が出てきてくれればいいなと思ってやってます。いいコードンがいる。いいコードン。クワガタとか取れそうっすね。クワイガンジンが取れそうだな。知ってます？クワイガンジン知らない？オビワンケノービとか知ってます？あ、それ知ってる？どむります。釣れそうだな。見てもらいたいな、霊能力者。最近肩が痛くてつって千手観音が乗っていますつって。てかギルが浮いてないっすよ。
ギルちゃんが浮いてれば多分いいと思うんですけどね。ギルが浮いてないから、うわ、ヘビ。P 兵を持ち上げます。僕は釣り糸で来てる。あーやべえ、最悪。ヘビやりたいのに。うわ、ヘビと遊びたかったのに。あ、ヘビ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 。あ、ヘビが逃げた。ヘビが逃げた。あ、ヘビと遊ぼうとしたらバスが釣れた。浮いてたね。ほら、浮いてたっていうか、あれに浮いてた。ブーイ。1匹目、嬉しいね。ヘビ攻撃にあったけど釣れました。カブトムシの香りのするとこで釣れたバスです。釣れました。40アップ。嘘。今釣れたのはV に投げてフォールさせてたんですよ。そしたら左からヘビがやってきて僕の横を渡ろうとしたんで、でもこの糸をね、こういう風にやってヘビがちょうど僕の糸の上を通ったらピューって持ち上げて、ヘビをこう猫みたいにこうビヨーンって持ち上げようかなと思ってたら、こう糸をね、こう絶妙な見えないようにして通ろうさせようとしたらどんどん引っ張られてって、あれと思ったらバスが来てたっすねっていうオチっす。その隙に逃げられたっすわ、ヘビには。釣れない釣り糸。これ糸、多分ねバックラッシュして大量に糸捨てたなと思うんですけど、これね、いろんなことに釣り糸は引っかかったり農具に引っかかったりいろいろ多分大変って聞くから、こういうのは回収しましょう。とっても大切、とても大切。なのでちょっとこの隙間を打ってみますね。ギルいるな。お、来たか。違うか。お、来た。来た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 。よし、来た。来たぜ。カバーに浮いてた。なんか、おっしゃ。おっしゃ、いいサイズ。やっぱいたよね。立ち木に浮いてたよ。おお。
大体ここでバラすんだよ最近の伊藤匠は。でもインフィニはバレない。インフィニはバレません。危ね。はい釣れたよー。はい釣れました。グッドコンディションの40ちょい、そんな感じですね。うわー、これご飯3杯いける歯型あるんですけど、見ます？見たいですか？歯が犬の歯が犬12級としてはもうこれはたまらん歯型がありますわ。見てこれ、やる気のあるバスっていうのはこの頭部にこう歯型できるんですよ。これはね、ご飯3倍系ですね。3倍系アングラーフリップドン、これもいいね。ほらいいでしょ、歯が犬。こういうもう2級クラスの内容はこういうの出てこないんで、いやこれ何歯型みたいな、これは分かんねえぞみたいなのしか出てこないです。あとね、爪でカリカリして、さあこれは歯型ですかってやって、歯型ですって言うと、いやこれは爪ですみたいな、それで落ちるんですよ、歯が犬。12級はね、リスニングがあるリスニングがあるんで、はい、釣りがうまいやつは歯型を見抜く力うまいですから。これ40本当にこれ30じゃない？ 30だよな。なんでこれ40の40に30が入ってんの？そういうことしたって俺は見抜けないぞ。俺は見抜くぞ。これ40。これほんと 40？ 分かんなくなってきてる。そもそも僕30でやってたかもしれない。これ40っすか？絶対30だよな。これなんか結構グラスが生えてるじゃないですか。グラスってウィードね。だからウィード越しにこうやって落としたりするんですよ。こういう時はネイルシンカー絶対いる。ネイルシンカーがないと落ちない。このノーシンカーだけの力だとこの草に引っかかってぶら下がるだけなんですよ。だから良くないから、そうするとこういうとこでもちゃんとノーシンカーのようにフォールさせるにはネイルシンカーがいる。でオープンウォーターで使う時はネイルシンカーいらない。そんな感じで使い分けるといいですよね。結構このグラスの中にああやってブルーギルがいるんですよね。多分そのブルーギル食べてるからヤワドムが効く。フロッグとかでも釣れたいんだけどね。なんかありそうな気がするんだけどな。お、来た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 。まだついてんだろ。これね、可愛かった。可愛かったっすね。ほら、でも今フォールスピードがスッて変わったのは、このバスが隙間にこうドムが入ってってパクって食べた証拠。可愛いバス最高です。そして蜂が怖い。ドムバス、ドムドムバーガーバス。意味が分かんないことあんま言い過ぎない方がいいな。もう理解ができなくなるからね。バイバイ。今釣ったのはあの辺なんですけど、ここで言うとこういうグラス、ウィードの隙間、こういう隙間ね、こういう隙間にドムを入れて、でネイルシンカー入れてるんで、こういう隙間に絡みながらでも落ちてくんですよ。で落としていったら食べた。で1匹目釣ったのはこう立ち木のちょっと外側だったんでノーシンカーで釣ったんですけど、今釣ったのはもうほんと中、グラスの中なんで、
完全にネイル入れないと落ちないイコール釣れなかった魚っていう感じですね。だからネイルシンカーは結構キーになる、こういう場所をやる場合はキーになるんで、テキサスリグでもいいじゃんってなるんですけど、このテキサスリグだとやっぱ重りが前にあるんで、こう落ちる時に抵抗になるんですよ。そうなるとより重いウェイトじゃないと落ちなくなるんですよ。でもこれはネイルドームだったら 1.8g でスイスイ落ちちゃうんで、結構便利。テキサスリグ打つようなところをネイルドームで打ち込むみたいな感じでやると意外と釣れるんで、僕好きなんですよね。だからライトカバーとかグラスの隙間とかはネイルドーム、ノーシンカーで縦スト打つ V とか立ち木打つよっていう時はノーシンカードーム、そんな感じで使い分けてますね。座っていても投げる方法を教えてあげます。座りロールキャスト、上に草がある時とかに便利です。まず糸はこのぐらいの垂らしです。一番ガイドぐらい、根元ガイドぐらいです。でルアーをくるくる回します。ルアーをくるくる回してる最中は左手はほっぺに乗っけます。であたかもやる気ないかのような感じでくるっと回して投げる。これだけでルアーが前に飛びます。レベルが上がってくるとこのように金に突き刺さりキャストができません。つまんねーっつって飯食い行きますか。飯これ知ってます？アリンコとかを今ちょっと僕が捕まえるから、アリンコあげると食べるから、結構ね虫を求めてるアリ。痛い痛い痛い、あれだね、ちっちゃいな、もっとでっけえアリいねえだな。いた？どれどれどれ。これはどうですか？いた、ナイス、これいいっすね。ふざけなんだあいつ、アリじゃねえ。あ、ここはどうですか？これはこれ触れない俺猛空でしょこれ猛空は触れないよ。猛空は怖いんだよ僕。帰ろ。はい、昼休憩終わって、とりあえず日もかなり高くなってきたんでフリップドームから入ります。かなりシェードも濃いからスキップで奥まで入れちゃう。入った、完璧。あとはラインを見てドーンってくるかどうか。もうこの時間帯になったらカバーの奥でしょう。いった、左翼来た、絶対食ってるこれ。おっしゃ、あやばい、ちょうちんになっちゃった。やばいこれ絶対食ってるけど、あーバレた。そうなるよね。針返ってきてるけどやっぱり外れなかったね、鶴が。鶴の素材に引っかかっちゃったもんね。ほらやっぱりこれ 3-0 だよ。判明 4-0 のふりした 3-0 でした。タフバグ。多分こんだけ日が上がってるから 100% シェードにいるから。 PX8 の3号にフローリミテッドハードバスの20ポンドを結んでます。リーダーで結構ね、トップウォーターはキーでやるとすごくいいんですよ。ルアーの移動距離も抑えられるし、それでいてカバーにちょっと引っかかったりしても一気に取れる。カバーの下も結構難なく攻めれる。すごい便利。
スキップで入れてフォール。もうこれでタフバグ食わなくてドム入れて食ったらもう完全にもうサーマーすぎるぐらいサーマーパターンですね。多分トップウォーターにも出てこれないんでしょうね、水面にね。シェードの奥に入っちゃって、こういうノーシンカーのゆっくり系で奥を誘ってあげないと食わないっていう感じなんだろうな。お、来た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 。乗らなかった。絶対今バイトだと思うよ。歯型検定士。バイトではありません。バイトかと思いきやバイトじゃなかった。ちょっとカバンの中入れるんでネイル入れます。おいしょ。真夏暑いけど釣れた。ほら、イエーイ。ヘビーカバーでカバーの直下にいて、もうかなり奥に入っちゃってるんでバスが、だからトップとかじゃ出ないけどドームだと釣れる。真夏らしい釣れ方。いや、僕自身もかなりこのシェードの中にいるだけで涼しいんですけど、バスも同じ。やっぱかなり暑いんで、こういうシェードの奥にいますね。結構投げるのめんどくさいなって思うぐらいシェードの奥に入ってるから、こういう木が絡んでるプラスアルファ濃いシェード、そんなところにバスいますよね今。結構きついっすよ。だからなかなか普通に立てるところでやっても食わないんで、どうしたもんかなとか思ったら、やっぱこういう奥にバスが入ってる感じ。めんどくさいけどここまで打たないと多分魚にはたどり着けない。食った食った。よっしゃ、よいしょ。来るね。フリップドームいいとこかかってるなこれ。ほら、これもカバーの結構奥、シェードの最奥、ドーム落としてドン。夏はシェードです。いいかかりしてるよ。インフィニの本物の40。40のインフィニ、いいとこかかってます。食った食った食った。でかそう。おっ、バレた。惜しい。おい、行くんだ。行くな行くな。こっちに戻っておいで。食った。でかいでかいでかい。おっしゃ、おっしゃ、イエスソー、イエスソー。かなり浅いところにいた。これ全然食わないってことっすね。もう一番奥、水深多分この底見えてると思う。一回打ったけど食わなくて、もう一回打ったら釣れた。よかった。コンディション最高の4ジャンプ。まあ、
夏のカバー打ち最高だね。やばい暑い。今どうにか40分を釣れて、かなりいい時間、3時か。ちょっと、ね、お昼休憩した後なかなか釣りができなかったんですけど、暑すぎてやっぱ超暑いんで、ちょっと一旦夕方まで休憩します。皆さんも夏って結構日長いからね、ずっとやっちゃうと思うんですけど、熱中症になっちゃうとまずいんで、休息多めにいい時間集中して釣りができるように、楽しんでいただけたらなと思います。ということでちょっと休憩してきます。やばいわ。おはようございます。デイ2です。昨日はちょっとかなり気温が思いっきり上がっちゃって、昼明けちょっとやったんですけど、かなり気温高く危険な状態だったんで、少し早上がりしました。ということでデイ2、今やっぱ朝は涼しいので、今からちょっといろいろと試してやっていきたいなと思います。目指せでかいバスですね。昨日数は釣れたんで、でっかいの見えてて食わなかったやつらをどうにかちょっと食わしていこうかなと思います。ということで行ってみましょう。トップウォーター、シェードはあっち側だな。フロッグ、ブルーギル食ってるバス絶対いるから、風も強くないからいい感じ。チビエビから入ります。おお、ギル浮いてる、めちゃくちゃ。要はこれもね、グラスの上を引けるタフバグと一緒。目がかんないこうポッパーみたいな。ブルーギルが浮いてるところをポコポコと誘う。そうするとギル食べたいバスが上に上がってきてガブッと食べる、そんなイメージですね。次はオープンウォーターをヒラトップで流していきましょう。これね、ヒラトップ、色は死にそうなレンギョカラー。これでいきます。ギルだらけや。バスいねえけどギルはめっちゃいるわ。残念。めっちゃ釣れそう。出た、よっしゃ、出た、よっしゃ、よっしゃ、来た、来た、よっしゃ、よっしゃ、来たぞ、よっしゃ、よっしゃー、釣ったー。釣れそうって言ったら釣れたよ。おっしゃー。今日の伊藤拓也はちょっと違うよ。釣れたよ。ヒラトップでヘコヘコヘコドンみたいな。いや、ヘコドンだなこれ。嬉しい。ヒラトップ釣れたぞ。夏の TOP。やりました。ヒラトップ。今釣れたのがこれ。ヒラトップの死にそうなレンギョカラで、
やっぱもう角いいっすね。これ昨日もやってて、結構バス、でかいバスがポロッポロって見えたんですけど、プレッシャー高くて食わせられなかったんですよ。でもブルーギル意識してるんで、やっぱこういう角のブルーギルスポーンやってる場所でちょっとこうゆっくりひらひらってブルーギルがなんか水面の何かを食べてるよっていうイメージでこう投げてあげて、ひらひらひらってこう水面でこう右に左にってこうやって誘ってあげたら、下からふわーってきてもわって食べた。もう最高の出方ね。やっぱ水面って結構騙せるんですよね。やっぱトップってすごいんですよ。意外とトップって楽しいルアーのイメージあるんですけど、やっぱトップじゃないと食わせらんないバスっていうのがいるんで、それをうまく食わせられた感じかな。でやっぱねサイズがいい。痩せてたけど45あったんで、そのやっぱトップだから騙せる、トップだから食わせられるっていう魚が存在しますね。それを見事に今釣り上げた感じ。この水面右左アクション、全然移動距離少ないじゃないですか。でも右に左にこうやってギルが水面をパクパクポ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 クっていう感じね。本当はこれ川ムツっていう色なんですけど、でもなんかあまりにも死にそうなレンギョに似てるから、僕は死んだレンギョって呼んでます。死にそうなレンギョからめちゃめちゃ釣れるイメージがあるこのルアーの色。こういうルアーは本当にフッキング、僕はその出ても乗らないとかジャンプでバレるとかあるから、もう 100% ピアストロベルに変えといた方がいい。大きいルアーほど合わせる時に抵抗があるんですよ、ガッて。だからより刺さんない要素が多い、ルアーの抵抗が多いから。だから線香とかってフッキングいいじゃないですか、抵抗ない、カーンって入る。でもやっぱでかいルアーはでかいルアーほど抵抗があるんで、針が良くないときつい。あと糸も細すぎると伸びちゃうんで、僕は20ポンド今巻いてます。これドムもやってる竿 680MH にメタのシャロエディションなんですけど、ドムの脳進化もできるし、こういうある意味セミビッグベイトって言ったら変ですけど、こういうちょっと大きめなルアーもできるんで、この竿1本持ってると便利。このルアー、ほんとブルーバックヘディング食いのアメリカのバスに使えそう。スポッテッドバスのこう落としてギュギュギュふわギュギュギュふわギュギュギュふわギュギュギュこうやって使う。どうでもいいっすよね。ブルーバックヘディングが日本いねえしみたいなね。ちょっと美波動でやってみます。うわ、乗んなかった。ルアーを消し込んでなかったね。ルアーだけ残っちゃってたわ。捕食音に変えて少しスケーティングでふわふわふわって誘ったら出ましたね。ということで、最後一発40分今釣れそうだったんですけど釣れませんでした。ブルーギル食いのバスはなかなか釣れてるけど、僕のバウバウにはちょっとときめいてましたね。
ということで、真夏のため池、なかなか暑くてね厳しかったですけど、トップも釣れたし、数もね何匹か出たし、非常に楽しいロケだったかなと思います。本当に暑いんで、僕もね初日ちょっと体調悪くなっちゃうぐらい、めっちゃ暑かったんですよ。なのでぜひ皆さん、トップとかカバー打ちとかエキサイティングな釣りで、夏の釣りはできるんですが、体調管理、そしてこまめな休憩、これを忘れずにぜひこのエキサイティングゲームができる夏のバスフィッシング楽しんでいただけたらなと思います。ということで、今回の釣りはね8月いっぱいまでかなり有効な釣りになるので、いろいろと今回の釣り参考にしていただいて釣りを楽しんでいただけたらなと思います。ということでお疲れ様でした。僕はアメリカへ飛びます。さよなら。